今回は一番ヘッドの口を開けてみたいと思います。ここにある程度形を描いた方が間違いないと思うんですね。描くときにどういう口を描くかっていうのを迷うと思うんですけども、分かりやすいのが母音によってこの口の形って大体決まるので、一番分かりやすいのはライブ 2D の口って検索するといろんなものが出てくるんですけども、自分が作りたいなっていうものとか、あと DR さんがこんな口やってるから自分も作りたいってそういう参考にしたらいいと思うんですが、この動画では2パターンやっていこうと思うので、小さなこういう「お」というものと「う」をもう少しですね、こう口角を広げた感じのちょっとものを作っていこうかなと思います。まず位置ですよね。どこら辺にするかっていうのをザクッと書いて決めます。これ書かないで多分開けるとミスった時にリカバリー効かないと思うので、こんな感じですかね。ちょっとずれてますね、中心が。口の場合はずれがすごく分かりやすいので、上下の位置は好みにもよるんですけども、あんまり上目に寄ってるとかあんまり下すぎるとかっていうのもちょっとバランス悪く見えるので要注意ですね。今水彩色鉛筆を使ってるんですけど、水彩色鉛筆でしたらこういう感じで軽く消せるので、本当は艶消しスプレーを吹いておいた方が色移りが少ないんでいいんですけど、とりあえずこのまま下書きで書いてますね。こんな感じですね。これがまず下書きで、次穴を開けていくんですけども、デザインナイフがあればいいと思います。これぐらいの穴ですと刃が細いデザインナイフの方が穴掘りやすいかなと思います。ルーターがある人はルーターでガリッと開けちゃってもいいと思うんですけど、ルーターはみんなあるとは限らないので、ソフビをカットするときはナイフの位置は絶対変えないで、ヘッドをこうぐるぐる回すような感じでカットしていった方が失敗がないですね。で、ここの場合はそんなに力入れることはないんですけど、意外とこのソフビって硬いので力入っちゃうんですよね。で、穴を開けるときなんか特にサクッて言うと、ここにですね切った線が入っちゃうんで、そういうことがないようにソフビを回すとそんなに大きな痛手が起こることはないんで、慣れてる人はこうやってねデザインナイフを指でグイグイ回して穴開けてってもいいと思います。で、とりあえずですね、突破口を開けないとさらに開けていくところまで進まないので、こんな感じぐりぐり穴を開けていきます。練習用のヘッドとかあるといいですよね。いきなり本番でうまくできない可能性もあるんで、メイク界では、ね、皆さん本番でやっていただくんですけど、一応練習用のヘッドもあるので、それでナイフの練習とかはしてもらえるんですが、一番ここが皆さん苦手な部分ですよね。で、だんだん開いてきたらですね、今度ここの鋭いところをですね、こう口と断面と90度になるような感じで意識でこういう回しながらですね、グリ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 と少しずつでいいですから穴を広げていきます。その時にこう指で回す感じ、鉛筆持つ感じがいいですよね。違う持ち方だとうまく力が入らないのでうまく削れないと思うんですよ。鉛筆をこう持つかどうかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、私はこう持つんで、くる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 って刃を回しながら少しずつ削っていく。最初は描いた線の内側ぐらい、描いた線とぴったりぐらいですと、そこからまた慣らして削っていくときに徐々に穴が大きくなってしまうので、多少ガタガタでもまあ大丈夫ですけど、なるべくですねこうクッと回すような感じにして、ソフビをこうそぎ取っていくような感じで、あんまりガタガタにならないような練習をしながらですねやっていくといいと思います。最初はどうしてもねガタガタになっちゃうんでしょうがないと思います。で、少し空いたらですね、これで位置をですね確認しましょう。どうでしょう。ちょっと右寄りかな。
で、こういうちょっとの修正が結構大事で、思いっきりですね、開けた後に位置を確認すると、もう修正不可能というか、より広げるような修正しか残ってないようなことが口の場合はあるので、本当に慎重に。アイホールオープンのヘッドだと5400いくらでしたっけね、もう高いですからね。安いヘッドはいっぱいあるんで、そういうので練習していくっていうのもいいと思うんですけども、ヤフオクでね、人気が出るって言ったら DD のヘッドですよね。DD のヘッドやっぱ高いですから、慎重にやっていきましょう。で、このナイフ結構万能で、ルーターでガリガリ削るよりか、ナイフのこの刃を使って削った方が結構細かい削りができるんですよね。ルーターだとちょっとやりすぎちゃうとか、段々ができちゃって、それ取るの大変だったりするので、この削り方に慣れると結構ですね、良いですね。はい、可愛い口が開いてきました。でも一応予定はですね、もう少し大きな口で、下書きが消えてしまったんですけども、もう少し開けていきましょう。はい、大きさ的にはこんな感じでしょうか。ある程度大きさが空いたらそれ以上広げないように今度ですね、段々を削りながら最終的な形を整えていきます。その時に大事なのがこういう回す動きとか、この横に削る動きですね。これを駆使しながら形を整えていきます。今回はルーター使わないでもできますよというのをちょっとお示ししたいので、ナイフで頑張りますね。で、ナイフがちょっとね、怖いなと思ったら、ダイヤモンドヤスリを使いましょう。次出します、ダイヤモンドヤスリ。穴を開けた時のポイントなんですけども、口には厚みがあるんですけども、この裏側がちょっとね、斜めって内側にこう出っ張ってるっていうんですか。内側が出っ張ってるとですね、穴が細く見えるんですね。そうするとこう表側を削りがちなんですけども、そこは勘違いしないように、この口が垂直の穴が開くような感じで穴を開けていきましょう。そこがまずここのポイントですかね。あとポイントは開けすぎない。とりあえずこんなもんで、次はこういうような棒ヤスリですね。こっちダイソーさんで買ったもの、こっちボークスさんで買ったものなんですけど、今回は丸なのでこの丸のを使ってみましょうか。これで垂直に当てて平らにしていきます。これはまあ難しくないですね。でもナイフみたいにサクサク削れないので、これで形を整えていくと結構時間がかかるのでですね、ある程度大まかな形はナイフで削って、調整はこういうダイヤモンドヤスリで綺麗に鳴らしながら調整していくのがいいと思います。でここでもですね、きちんと位置の確認をして削りすぎないように注意ですね。意外とですね、無心で削ってしまって穴が広がったっていうのはよくあることなんで、ほんとこう削ったらちょっと見る、こう削ってちょっと広げたかなと思ったら確認するっていうのをやると大きな失敗はないと思います。一番のヘッドはね、もう少し上目に口を作る方がいらっしゃるんですけど、私の好みはね、ちょうどここら辺なんですよ。これをトータル的にメイクした時にバランスいいかどうかっていうのはまたちょいと別問題なんですけど、ディーラーさんを目標にするのであれば、ここにですね、ナイフの断面とかがもうないぐらい綺麗にした方がいいですね。結構ヤフオクとかでも口がですね、削ってないんじゃないかっていうぐらい段々の方がいらっしゃるんですけど、なるべく口はですね、バランスとこの綺麗さっていうのは重要視した方が
いいと思います。眉毛でしたら左右バランス多少崩れててもウィッグで隠れたりとかですね、メイクとかもそんなに目立たないんですけど、口はやっぱりね、ここに集中してるんで、その左右のバランスとかですね、あとそのザラザラ感っていうのが残ってるとやっぱり写真に出てきちゃうので気をつけましょう。ある程度のザラザラは後で V カラーシンナーで鳴らした時に結構鳴らせるので、こんなもんで大丈夫ですね。じゃあとりあえずこれで穴は OK だとすると、次は今度唇のこの周りをどうやって処理するかってところなんですけども、この間サンプルで作りまして、どういう感じの口の作り方が自然に見えるかっていうのをいくつかパターンをやったんですけど、これはですね、裏面を削って表はほとんど削らなくて、口の周りは少し丸めてるバージョンで、ここは、裏はほとんど削らなくて表を削ってるバージョン、あと垂直のままほとんど削らないバージョン、これもそうですね。これもそう。一番多いのはこの裏面を削って表面はあんま削らないバージョンかなと思います。これはですね、好みにやっぱ変わってくるので、どれがいいかっていうのは、これヘッドキャップなんですけど、こういうところでサンプルを作ってみるのが一番いいと思います。なので、一番、多いであろう裏面を削って薄くするっていうのをちょっとやってみますね。こういう感じで、裏面にヤスリを当てるようにガリガリ削っていきます。で、薄さに関しては何ミリっていう基準は特にないので、ご自分で見ていいかなっていうのを判断した方がいいですね。使用前使用後みたいなのやってなかったですね。こっちはあまり削ってないから、ここの下まだ裏面残ってますよね。これをですね、ちょっと重点的に削ってみます。あまり早送りもねすると途中本当に細かいところどうやってるのかっていうのが分かんなくなっちゃうんで、最近あんまり早送りしないんですけど、早送りしないとね、動画長く経っちゃってね、もう動画の長さを見た時点で皆さん見なくなっちゃうっていうのがやっぱり傾向としてあるので、悩ましいところなんですけども、私の動画は本当にエンターテインメントは性はほとんどないので、長くてもどうやってるかを知りたいっていう人に向けに作ってるんで、最近は開き直って超長い動画を垂れ流してやってたりしております。それなのでくだらない話が結構多くてですね、動画の編集時間が異様に長くなるっていうちょっとデメリットもあるんですけど、それは私が頑張ればいい話だけであって皆様に何か影響することではないので、徐々に削れてきました。このぐらいでしたら結構早いですね。こうやって回しながら見て厚みのあるところは削っていくって感じですね。ルーターを持ってる方はこういう丸いビットですね。これはタングステンバーの薄いやつなんですけど、これで裏をゴリゴリ削ると早いと思います。結構難しいんですけど、これをこの中に入れてこう削る感じですね。こういうのでもいいと思います。あと慣れてきたらこういうナイフでカットしてもいいと思います。ただね、切りすぎるんで一部分すごい薄いとかできちゃうんで要注意。失敗した時に電熱ペンがあればいろいろ補修ができるんで思い切ってできるんですけど、なかなか電熱ペンもね高いですからね。ヤフオクを見るとね、もう電熱ペンとかパテモリっていうのが標準になってきてるんで、なんかみんな持ってますよね。メイク界でも皆さんソフビモリやりたいっていう方が多くてですね、みんなマイペン持ってますね。ソフビの場合ですね、こういうヘリにですね、なんていうんですか、バリみたいのが残るんで、そういうのはこういうヤスリでですね、そのバリの部分を斜めに削ってあげると取れてます。こういう感じで取ったりとかですねします。どうでしょう、裏面もだいぶ薄くなってきたと思うんですけど、もっと薄くしたいっていうんでしたら好みでもっと薄くしてもいいですね。
今ですと何ミリぐらいでしょうね。1ミリか2ミリぐらいですかね。次はですね、唇の垂直だと穴が開いてるよっていうそのまんまの感じなんで、この境目をですね、ちょっとだけカーブをつけるようなイメージでやっていけばいいんですけど、多分この後ですね、V カラーシンナーで結構丸くなるので、この作業はほぼほぼいらないかなと思います。位置も大丈夫ですね。この V カラーシンナーを使って口をなだらかにしていきます。で V カラーシンナーを使うときは外でやるか必ず換気をしましょう。もし心配であれば毒マスクですね。をしていきましょう。でこれ綿棒、普通の綿棒ですね。ベビータイプのちょっと細いやつ。これをですね、こう強めにこすります。この内側。表面も強めにこすります。ですぐ揮発するのでちょいちょいつけていくんですけども、断面のところもこう斜め45度ぐらいから綿棒を当ててなだらかにします。でなだらかになるって言ってもべらぼうに溶けるわけじゃなく、気持ち少し溶けるかなぐらいですね。使ったことある人はわかると思うんですけど、サンデーシートみたいな感じで溶けるわけではないので、見た目が柔らかくなるっていうんですか、口の形を丸く開けるぐらいでしたらとっても簡単に仕上がります。あと裏面ですね。裏面も上からシンナーをつけてこう裏側をこう削る感じ。こっちからねぐりぐり削ってもいいんですけど、奥が結構ね深いので作業しづらいので、こういう方がやりやすいんじゃないかなと思います。目安はこう見た時になだらかになる、段々がないっていうのがベストですね。はい、軽くさすっただけなんですけども、かなりエッジがなくなってなだらかになってると思いませんか？かなりつるりんとなって綺麗な仕上がりです。ほんとこれでもう十分じゃないかと思います。これがまずこう O の小さい口の開け方ですね。私のようにせっかちな人はダイソーさんの樹脂粘土ですねを適当に丸めて、こうやって裏からですね貼ってあげると、どこ行っちゃった、それっぽい口になります。こんな感じで。はい、かわいい。